多分ワンコインで作れるんじゃないですかね、これ。しかも罪悪感ゼロ。まあ秋の味覚ですね。これはもう絶対美味しいですよ。名作が生まれました。はい。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、まあ秋の味覚ですね。きのことささみともやしのさっぱり煮、もう罪悪感ゼロの料理です。はい、じゃあ作っていきたいと思います。ババッとババご飯、ささみときのこともやしのヘルシー煮。材料はこちら。しめじ1パック、まいたけ1パック、鶏ささみ 250g、 豆もやし1パック、生姜 10g、 白だし 30cc、 水 30cc、 ラー油少々、小ネギ適量。じゃあまずね、今回使うのは大きめのフライパンを使います。煮物ですけれども、フライパンにまずはお好みのきのこ、今回まいたけ、これも手で裂いてください。お好みの大きさにね、こんな感じに適当な大きさに裂いていきます。結構形のまんま残すと火が入りきらなかったりするので、なるべく小さめにしてください。こんな感じですね。であとはしめじ。しめじはね、ちょっとこの菌床がついてるのでちょっと切りましょうかね。しめじを切るときはこういう風に真ん中からパカッと割ってもらったら、この菌床の断面が分かりやすいので、パカッと半分に割ってから V の字に切ってあげると、限りなく少ない量の菌床を切れるので、輪切りにしてしまうとどうしてもね、結構捨てることになっちゃうので、食べれる部分を、この部分をこうカットしてあげる。そうするとまた簡単にほぐれますんで、もうしめじはなるべくバラバラに、もう1本ずつぐらいの感じでバラバラにしてあげてください。まずこの時点ではほぼカロリーゼロですね。罪悪感ないです。で続いてはちょっとあっさりしてるので、ちょっと生姜でちょっとアクセントをつけて食べやすくしたい、あっさり食べ応えを出したいと思います。薄く切って千切りにします。一緒にきのことかもやしとささみと一緒に食べれるように薄めのスライスにしてから千切りにします。これはもう量はお好みで、これは生姜のチューブでも大丈夫です。じゃあ生姜はちょっと別でまた置いておきます。で今回ささみを使いますんで、ささみをねほぐしましょう。じゃあささみ筋があるのでフォークを使って、もう加熱してからでもいいんですけど、生の状態でこういう風にほぐしてあげると火も通りやすいですし、筋も取りやすいです。で必ずこう鶏の生肉なのでまな板はきれいに洗っていただいて、僕は結構この筋好きなんで、筋とか軟骨好きとしてはもうささみの筋すら美味しく食べたいっていうね。フォークでほぐした後にフォークの横でこうやるともう超薄いささみの筋が取れますんで、なおかつもうささみの身もある程度ほぐれてるんで火も入りやすいですし、今回のさっぱり煮にもってこいな
状態に仕上がってます。筋が取れます。じゃあ調理にかかりたいと思います。じゃあまずはきのこを炒めていきます。煮物を作りますけれども、最初はきのこを炒める工程ですね。これも焦げ付きにくいフライパンなので強火で加熱していきます。もうきのこはほぼほぼ水分なので油引かなくてもガリガリに焦げることはないです。で焼き目をつけて香ばしく仕上げるって感じですね。強火で炒めてますけれども、きのこの水分によって焦げることはそんなにないです。はい、きのこから水分が出てきました。でこういう風にちょっときのこに焼き色がつくと香ばしく香りますので、どんどんかさが減ってきました。これも一気に煮てしまってもいいんですけど、ちょっとこの焼くという工程を入れることでこの焼けたきのこの香りが入るので、僕はおすすめですね。電子レンジで全部の食材料理できなくもないんですけど、ちょっと焼くというね工程を重ねさせていただきます。でこのぐらいもうきのこがしっとりしたらもやしを入れます。もやし水分切ってもらってざっと広げます。でここに先ほどのささみを、これ塊で置くと火が入らないので、なるべくバラバラにしてまんべんなく広げておいてください。でここに生姜を散らします。でそしたら白だしですね。白だしを30にお水を30、ちょっと濃いめに味付けてますけども、もやしときのこから水分が出てるので、でこちらにざっとかけます。でそしたら蓋をします。今回ずっと強火できのこの水分ともやしの水分があるので焦げないので、これでもやしがしんなりしたら完成ですね。はい。でこれね、ささみがちょっとどうしてもこう重なったりするんで途中で開けてもいいですし、いい香りしてきましたね。生姜のちょっと開けてみましょうかね。いい感じですね。ほら、きのこともやしの水分で結構火が通ってますし、ささみもほぐしてるので結構ほらこんな感じにしっとりと仕上がってるの分かりますかね。パサついてない感じ。すごい柔らかそうです。そうですね。これ全然パサついてないので、僕の口がパサつきましたけどこんな感じでいいんじゃないでしょうか。じゃあもう火を止めます。で火を止めて、ざっくりこうね混ぜていただいて、でどうしてもこれねちょっと油分がないのであっさりしすぎるんで、ちょっと仕上げにラー油をかけたいと思いますんで、ごま油とかオリーブオイルでもいいですし、ちょっと油のうまみをね加えてあげるとまた美味しくなりますんで、物足りなさがねちょっとなくなるんで。でこれちなみに熱々で食べても美味しいですし、冷やして食べても美味しいです。で冷やして食べる場合はお酢とか酸味を結構入れても、温かい状態でもいいですし酸味入れてもいいので、ちょっと彩りがもう今回茶色ばっかりなので、ここにまたさらに茶色いきますけどいりごまで、これラー油ね、ちょっと油が入ると本当に美味しくなるんで、ごま油、オリーブオイル、ごま油何でもおすすめですけども、ちょっとたっぷりめに。で茶色が多いんでちょっとネギを散らさせてもらって、こちらで
きのことささみともやしのさっぱり煮完成しました。それではいただきたいと思います。これはもう絶対美味しいですよ。間違いない。じゃあいただきます。味でうまい。きのこはちゃんと焼き目つけてるんで香ばしくて、もやしは後入れしてシャキシャキで、鶏ささみはしっとりふわっと仕上がってます。あとこのアクセントの生姜、そしてラー油、いりごま、小ネギ、これがねまたいい仕事してます。材料代で言ったらもやしときのこで生姜、ささみですから、基本的にはどれも価格安定してお安いものなんで、多分ワンコインで作れるんじゃないですかねこれ。しかも罪悪感ゼロ。常備菜にしといてもね、冷やしても食べれますんで、常備菜にしてもいいかも。いや、また今回も名作が生まれました。はい。というわけで今回はきのことささみともやしのさっぱり煮を紹介しました。よかったら、高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。